うわ、何ができるんだろうマジで。うわ、いい料理になりそうですね、これも出たら。どうやうわ、めちゃくちゃうま。うまいっすよね。本当にこれで本当に美味しい。ゼロからやりますからね。割と即興目で。もう即興でやりましょう、はい、ちょっと打ち合わせゼロだからどうなるか分かんないですね。でお互いの料理スタイル違うからブイヤベースって言っても、ね、仕上がりのイメージが多分違うと思うんで、はい、話しながらできればいいですね。確かに。ブイヤベースシェフがやりたいって言ったんで、はい、僕ブイヤベースでリゾット食べたいなと思って。なるほど。俺がベースを作ってるつもりだけど星野さんもベースは2人でベース僕のカニとシェフのポワソンと、はい、あとハマグリのベースがあるんで、はい、これちょっと合わせて最終的な味そうですね。で味を調整していけばいいかなっていう、そうそう、それがいいと思いますね。お酒なんか欲しいですか？あ、一旦大丈夫です。後でお塩をいただきます。はい、よいしょ。うまそう、このトマト。こっちでの作業が大体終わりを。じゃがいもどんな感じで切っておきますか？もう適当で普通に火が入りやすければいいんじゃないですか。コンカッセとかで。で潰す感じですかね。最終的にゴゴゴってすり鉢かクープかで悩んでるんですよね。魚をフライパンで焼こうかプラックでいこうか。なんかいいフライパンあります？まあないですね。例えば銅鍋で焼くとか。ひっつけはないですか？意外とひっつきますね。皮残したいですもんね。そうっすね。じゃあラックでいきますか？ラックでいきますか？はい、これカニのエキス入ってるんですもん。はい、カニのエキスこのままもったいないからこのまま使おう。オイル借りていいでしょうか？オイル、はい、これです。どうだろう、ひっつくかな。よいしょします。はい。210度になってる。素晴らしい。大丈夫ですか？210度。大丈夫です。うざっす。じゃがいも水で湯がいちゃっていいですか？はい、水から。大丈夫です。はい。ここニンニクも入れちゃっていいですか？はい、もちろんです。玉ねぎ、ぬいゆブイヨンの香味野菜って塩します？まあ、しないです。しないんじゃないですか？はい、これ僕考えたんですよ。はい。なぜしないのかということを。なんでですかね。香りが必要以上にシュエしてる時に逃げるのかなっていう。逃げる。シュエしてる時にこの揮発してる時に、香りが必要以上に塩の力で抜けたりするのかなとか、まあ、水が出やすかったりとか、なんかそれでしないのかなっていう。水が出やすいとソースとして適さないってことですか？水と一緒にやっぱ香り成分も抜けてっていうことがやっぱ起こり得るから、だからこれは塩をしないのではなかろうかっていう。フォンドボーもしないじゃないですか。しないんですよね。アロマレギュームにしない。だからその質問結構されますよね。なぜ塩しないんですかっていう。でもなんかやっぱ余計な香りっていうのをあまり引っ張り出したくないっていう。液体に移す前の段階であまり引っ張り出したくないっていうのがあるのではなかろうか。引っ張り出したくないから塩しない。塩しない。なるほど。のかなっていう。まあそれはなるほどですね。確かにって感じ。本当わかんないですね。別にしたから間違いではないですしね。あとそのしたことによってブイヨンとか本に必要以上に塩味が乗っかっちゃうみたいな。確かに確かに。でもした方がこう水分が出やすいから、野菜の持ってる水分でしんなりするじゃないですか。まあしんなりはしますよね。逆にしなければちょっと焼かれた感じになるじゃないですか。どっちがいいかですよね。そうですね。まあしんなりさせたかったら後からちょっと水ペッてやってもいいかもしれないですけどね。それはよく使いますね。水入れて、なんか玉ねぎ処理する時も水入れて処理しちゃうみたいな。星野さん、このカニ結構炊きます？そのシェフのポワソンベースの本ができたら、はい、
カニの方もパステして、はい、合わせてベースの美味しいソースを作ろうかな。なるほど。でそのソースができたらそれでリゾット炊こうかな。そういうことですね。完璧ですよ。いいですか？完璧でございます。だからこのトマトはソースになるってことですよね。そうです。トマトはもう本当にブイヨンというか、はい、そうですね。いいな、この厨房で料理できるの。これあれなんですね、網網じゃなくてそうです。フルフラットなんですね。そうです。網網事故があるんですよ。落ちる。落ちる。ああ。でね、俺も思ったんですよ。網網はでも絶対網網だと思ってたんですよ。なんでかっていうと熱が伝わりやすいからもう絶対網だなと思って、ここだけどうしてもこう想像よりも温度が低くなっちゃうっていうのは思ってたんですけど、でも網網って油の飛び方がまた厄介で掃除がこう大変じゃないですか。大変です。確かにこれの方がなんかフラットで洗える。まあその分ちょっと重いのかっていうのはありますけどね。余熱とかの考えにくいですけどね。ちょっとあんまり安くはならないんですけど、そうなんですよね。余熱がちょっと思ったよりも威力が上がらないっていう。あ、やべ、セロリ入れるの忘れてた。あ、そうです。あ、いいですか、すみません、ちょっと切っていただいて。はい、細いとこだけ。はい、そこで。ありがとうございます。すみません。これにあれを。そうです。もうあとは焼いた骨も身も全部ここに入れて炊いちゃおうかなと。なるほど。あとはサフランと一緒に。なるほど。これはそれはその炊く時に一緒に炊いて、ガロ煮で使おうかなっていう。ガロ煮で。はい。じゃこれも一緒に炊いていいですか？一緒に炊いていいですよ。うわ、何ができるんだろうマジで。どうなるだろう。どうなりますかね。でローストさせて少しだけ水を抜いたトマト。ノイリーキャットかなんか。そうなんですよね。ノイリー欲しいっすよね。ないんですよ。すいません。全然それかなんかペルノでもいいんです。いいですか、ペルノで。でも全然ペルノで、はい、大丈夫です。よし、じゃあ揚がった魚たちを入れていこう。よいしょ。綺麗に掃除されてますね、頭が。ちょっとはいなんか急にそんなやる気が出ちゃいました。わあ、いい料理になりそうですね。これも出たらココットとか出したいですね。確かに。ペルノちょっとあとは水ですね。ありがとうございます。すみません。好きなだけ。ペルノいい香り。足ります？足ります。一旦ちょっと蓋しますか？はい。一旦いいですかね。すみません。ちょっとだけスタートの強火にします。スタートのパワーをいただきます。でも蓋した方がいいですか？早いですか？早いは早いかもしれないですよね。あれ、古い入りました？船入れました。なるほど。です。あとはルイユさえ仕上げてしまえばもうほぼもう完成ですね。仕上がり見えてきますよ。もうカニの頭は何か使うんですか？飾ろうかなと思って。飾れればリゾットやるときに。なるほど。すげえおしゃれ。さあどうだろう。何も使用してない。なるほど。結構お酒が入ったなって印象ですけど。そうですね。でも煮詰めていけば多分味は出ますね。このまま。優しい。優しいっすね。優しい。いや、優しくていいっすね。この人柄が出る料理、本当に優しい。本当に優しい。人柄出てます。ジョーさん優しいっすよ。本当に。なんか話し方とかすごい考えて話してるし、言葉遣いとか言葉選びっていうか。そうなの。僕結構自分のスタッフには厳しいんですけどね。いや、それはそれで使い分ければいいんですけど。優しいっすから。確かになんかだいぶ素材感を意識した味になってますよね。
だってうちの姫とか使えばありますけど、そういうの一切使ってないですからね。一切使わないですね。いやもう本当に出汁だけっす。素材の味で。意外とでも本当になんか、いや今もっと煮詰めてガンガン味濃くしようって思ったんですけど、意外とあっさりさせてもいいのかな。はいはい。こう飲める感じですよね。じゃあ僕ちょっとこの子でご飯炊いちゃいますね。もちろんです。そうすればで最後これ含ましていいですか？これもちろんでございます。もう少ししたらもちろんでございますよ。トマトコンセントでちょっとだけ入れようかなって思ったんですけど、どう思います？ごめんなさい、僕ちょっと勝手に使ってます。ああ、これに、はい、ちょっと入ってもいいかなっていう。そうですね。入ったらもう一気に変わりそう。入れたくなりますよね、トマトの凝縮した感じが。そう、なんかフレッシュだけで持っていこうかなと思ったんですけど、濃度欲しいですか？リゾットがあるじゃないですか。から意外となくてもいいのかなっていう。でバターの旨味はリゾットでいきます。 OK です。ああ、やっぱ全然違うな。変わりますよね。全然変わりますね。ちょっとサフラン入れます？そうですね。このカニの実全投入したらやばいですか？やばくないと思いますよ。それから最後浮き身に使います。そうしますか。半分は半分というか3分の1でもいいです。了解です。キーソンって何か使います？いや、使われてないです。はい、全部いっちゃっていいですか？もちろんです。いや、なんか想像してたより優しいなと思ったんですよ、俺も。ただ冷静に考えたんですけど、はい、ハマグリ使ってなかったなっていうブイヨンに。俺の頭の中ではハマグリをそういえば最初、はい、買う時に、はい、ハマグリそうだ使いましょうって言ってたじゃないですか。その時にね、ちょっとハマグリのイメージがあったんでだいぶそりゃそうだっていうそりゃそうですね。そりゃそうだな、だいぶ薄めだな。いやでもこのハマグリ加わればだいぶね、譜面が完成すると思うんですよね、俺は。濃厚なんで一気にいくんじゃないですか。来てますね。だいぶ来てる。だいぶ来てますよね。慎重にこの煮魚を。そしたら頭はもうちょっと頑張ってもらうか。熱い。カニって入れて炊いた方がいいですかね。炊き上がった後入れた方がいいですか。入れちゃっていいかなって思ってます。ちょうどいいキュイソン狙ったらそれは最後の方がいいかもしれないですけど、カニのちょうどいいキュイソンってまず何っていうところはちょっとあるじゃないですか。確かに。はい、自分です。はい。ああ、うまいぞ。うまくなりました。うまくなりましたね、一気に。こっちもできました。お、早っ。あとオーブンで炊いていくんですか？そうですね。まだ使います？もういらないです。だったらもらっちゃいましょうか。そうですね。紙パスします？紙パス、俺最後これパスするんで。ああ、じゃあいいですよ。なんならそのままでもいいです。なんならこのままいきます。よいしょ。これはいいんじゃないですか。
良さそう。あ、これはもう甘いっすね。甘いっすね。甘みがありますね。甘みすごい。ペルノの甘みと、まあカニも甘いんですよね。すごい。あ、うまっ。あとはリゾットに合わせてみんな頑張って仕上げていく感じでいいですかね。そうですね。それはほぐします。そうなんですよ。ほぐそうと思って、もう多少崩れて全然大丈夫なんで、はい。そんなになんかめっちゃ綺麗な盛りそうでっていう感じじゃないです、イメージは。はい、おお、うめえ。どうしよう、うまい。まあ煮詰めすぎずの軽めで軽めにします。揚げた方がリゾットと良さそうですか。はい、ちょっともう5分煮詰めたらパスにします。このお魚もね、骨がついてるからパサついてない状態でキュウリできてる。確かに確かに。キュウソン最高っすよ。キュウソンめっちゃいいっすよね。やっぱ骨付きいいっすよね。よいしょ。今日完成で。ペーパーにも味がまだいっぱい残ってるんでしっかりプッシュします。すげえ丁寧にやってくれてるじゃないですか。すいません。いやいや、もっと全然ザザっていう意味でよかったんですけど。このかかぶときゅうりをキュウリしていくか。これじゃあキュウリしちゃいますね。はい、お願いします。ちょっと塩した方がいいですかね。あ、そうでしたね。かかぶときゅうりって焼くっていうのは基本ないんですかね、これ。ああ、面白い。なんかどうなんですか。焼くか。やったことないですけど面白いですね。いや、なんかこれだけしっかりしてるってなんか。はい。かかぶときゅうり、うまそう。なんかうまそうっすよね。かかぶときゅうりってつまり火ちゃんと入れたらとろっと冬瓜みたいな感じですよね。やっぱり含ませて食べるウリなのかなと思ってますけど、焼くと焼くで面白いですね。焼き含ませできますね。全然できる。これ含ませます。シャーン。そうですね。あ、それいいっすね。それはいい。わ、すげえ。何にあげましょうかね。面白い。あ、一緒にしないでよかったかも。こっちとなんか結構ウリの感じが本当ですね。しっかりと映るから独立させてた方がいいですね。味決まったと思うんだよな。おお、ブイヤベースですね。なんかすごい深い甘みもあるし、結構なコクがありますね。後味結構しっかりしてますよね。なんかえらいもんが出来上がっちゃいましたね。できますね、これね。一発大皿に盛ります。それいいっすよね。そっから盛り直しますか。いや、もうなんなら盛り直さなくていいんじゃないですか。それをつまむ。最近エリック・フレシオンさんがロー鍋にドレスしてるの知ってます？あ、そんなのあるんですか。ドー鍋にドレスします。はい。でもドー鍋って言ってもこれか。いや、全然いいんじゃないですか。これでこれか。それでもいいんじゃないですか。で勝手に取り分けて食います。そうどうや。ドー鍋で炊くの。はい。カニリゾットです。いいっすね。毛ガニリゾット。うまそう。
絶対うまい。意外とかがぶときゅうりのピーソンが入りづらいっていう。ちょっと食べていいですか？全然食べてください。まあこれぐらいでもいいかなっていう、ちょっとこう残るぐらい。本当だ。もうちょいいきたいですか？どうですか？好みの部分だと思うんですけど。いや、十分美味しいと思いますよ。いいですかね、はい、これで吸わせて味が結構染み込んでますね。十分。はい。ちょっと入れます。あ、いいっすね。確かに。なんか良さそう。もうちょい欲しいですか？これがいい。はい。あ、パン欲しくなりますね。何もいいかな。いいですか？はい。あ、もうちょっと塩弱さしめですけど、だいぶ。いや、いいんじゃないですか？ね、いいっすよね。だってこれ味変じゃないですか。そう。ちょっと休みがないと疲れちゃうから。そう、休みなんか全部味決まってると。これ別皿にしますか？これは別皿にしましょう。OK です。いや、他はもう基本は持っちゃいますか？はい。はい。盛り付けますか？そうですね。じゃあやっていきましょう。行きましょう。魚となんか普通にハマグリと、スープメインですよね。あんま考えない方がいいですよね。そうね。こういうの。多分。うわ、どうしよう。でも考えちゃうな。考えちゃう。でもね、考えちゃうって思った時点で多分もう、ブイヤベースにしてやられてる気がするんですよ。貝殻決まるな。この金目上に持ってしていいですか？あ、いいですよ。なんならこれもまだいますよ。じゃあそいつ最後に。すごい料理ができるこれ。すごいなこれ。これで客席出てきたらいいっすよね。なんかこんな丁寧に作るつもり予定なかったんですけどね。なんでこんな丁寧に。そう。本当試作みたいになっちゃった。すごっ。まあこれぐらいじゃないですかね。なるほど。いや、そうですね。もう一つだけ。そう。そのもんですかね。はい。ちょっと殻を入れて炊けばよかったんですけど忘れてました。めちゃくちゃ忘れてた。あ、そうだ。お野菜がとか言って。めちゃくちゃ丁寧な感じになってしまった。しまった。なんかお花とか散らしたくなるとどんどんレストランになっちゃう。そうレストランになっちゃう。そうですよ。まあ食べるんでこれでは。これ食べるんですよね。ということでこれでブイヤベースの完成ってことですね。いいじゃないですか。いいじゃないですか。こういう風に持っていくですね。お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。楽しかった。やっぱ一人で作ると違うから。そうですね。なんか結構面白いですね。いや、面白い。結構面白かった。僕シェフフェルノをどこまで入れるんだろうって結構気になってました。気になってましたね。あれで甘みが結構出るんで。僕結構そのソースやブイヨンに僕結構お酒入れるんですよ。だからそれが自分の個性だと思ってて、それをこうどこまで違和感なくすかっていうところなんで、まあ今回はこう甘みの方にだいぶフォーカスされたのかなっていう感じですね。もう腹減ったって感じですね。でもこれもかなり出てきたら嬉しいですね。いや、限界やばいです。相当限界やばいです。シェフ泣いちゃいますこれ。でもなんかこの材料じゃなく、気合とプレゼンをこれで来たら嬉しくないですか？いや嬉しいですよ。すごい手間暇かけたんだろうなって伝わってきますよね。はちめちょっとこうコラーゲンがあっていいですね。確かに。ねとっとして。ありがとうございます。なんかうまそうだぞ。いただきます。いただきます。いや頑張ったっすね。頑張った甲斐あるわこれ。頑張った本当に。頑張った。結構本気になっちゃいましたね。考えましたもん。あ、美味しい。骨付きローストいいですね。ローストっていうか柔らかくなりますよね。全然パサつかない。パサつかない。ウイキョウうまっ。スープうまいですね。スープうまいですか？本当だ。ウイキョウうまっ。結構これマルセイユの人うならせられるんじゃないかな。日本の魚で。かがぶときゅうりこういうのをつけると面白いな。味変わるんですよね。これちょっとスープ入れたいですね、ルイを。こういうの
レシピに落とし込むって難しいですよね。やっぱその時の見ながら素材やってる、素材見ながら、魚とかでだいぶ変わりますもんね。だいぶ変わりますもんね。これリゾット入れたらうまそう。ぜひリゾットうまっ。リゾットちょっとアルデンテに仕上げてるんで。確かにちょっとアルデンテはこれ入れたらめちゃくちゃいいじゃないですか。そうですよね。うわめちゃくちゃうま。うまいですよね。本当にこれで本当に美味しい。このブイヨンの中で食うこのリゾット、本当だ、めちゃくちゃうまい。リゾットだけで食べるよりさらに美味しくなる。これ一緒に食うとめちゃくちゃうまいですね。うまっこれ。このなんか蜂目のこのゼラチン質感がまた、ハマグリも美味しいし、なんでこんな美味しいものがいっぱいあるんですかね。これなんか全部詰まってますね。わあもう本当に美味しい。なんかだからやめられないですよね。この料理やって美味しいですね。うまってなる。うまい。何回食べても美味しいの、美味しいものって。これをやっぱ海の近いこういった町で作るっていうのがまたね、いいっすね。うまっこれ。なんかかかぶときゅうりもなんか結構普通にうまい。うまいっすね。すごいな、本当に。スープとリゾットがマジでうまい。はい、というわけで星野シェフと、近江町市場から始まった食材探しとそこからのブイヤベースということでね、楽しく過ごさせていただきました。ありがとうございます。それありがとうございました。本当に。いやいや本当なんかやっぱいい刺激ありますね。本当に。はい。洗い物一緒にやって。あ、そうみたいな。うちの調理場なんで僕がもっとこう振る舞おうと思ったんですけど。いやいつも振る舞ってばっかりなんで。なんかねここでちょっと料理ができるっていうこの高揚感がすごい楽しかったです。本当にありがとうございます。むしろ一緒にやれてよかったです。いやまた呼んでください。そうですね。また次回ありますかね。次回で第2近江町市場。そうですね。また季節変わればそうですね。変わるし、本当に美味しいものたくさんあるんで、それをどうやってもっと美味しくするかっていうのは、そうですね。本当僕たちの仕事の一つですね。そうですね。使命ですからね。いや本当にいい刺激になったのでまた引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございます。はい、というわけで、今回はこんな感じで何かの参考になったら嬉しいです。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。なんか化学調味料いらないですねマジで。焼いてかぶせて焼いてかぶせての繰り返しだけ。そうね。なんかそれこそいうようにうまみ調味料をあえて入れる必要は本当になくて、素材を重ねてしっかりと味が出てるっていう。本当重ねた料理ですね。